語るドローン。この動画はドローンからの風景や地上からの景色を背景にして、私が今感じていることを自由に話すシリーズになります。では早速始めましょう。語るドローンの9回目。今回はドローン規制や著作権のことを取り上げます。実は明日から韓国に長期間渡航します。そのため本日は非常に長く、そして濃い話題になります。もしお時間があればゆっくりご覧ください。私が韓国に明日から行く理由は一つです。日本よりドローンが飛ばしやすく、しかも魅力的な映像が撮れるから。さらに韓国のドローンコミュニティから学ぶことが非常に多いからです。そこでまず簡単にドローン規制からお話しします。1、日本におけるドローン規制。日本では 100g から規制対象になります。最近イギリスが同様の措置に規制を強化しましたが、世界で見れば非常に厳しい規制環境です。さらに歴史的な背景が少しあります。2015年に起きた首相官邸へのドローン墜落事件。ドローン本体に放射能のマークを描いた機体が首相官邸の屋上に落ちたのです。さらにプラスチック容器には福島第一原発付近で採取された土砂が搭載されており、微量の放射線が検出されました。犯人は元自衛官で原発再稼働に反対する抗議活動の一環だったと動機を語りました。つまり政治的主張からの犯行だったのです。このことはドローンも使えば誰でも空から重要施設にアクセスできてしまうというセキュリティ上の脆弱性が非常にセンセーショナルな形で露呈しました。またその1ヶ月後には別の事件が起こりました。長野市にある善光寺の御開帳重要な行事の最中にドローンが境内に墜落しました。当時は本堂前で大規模な儀式が行われており、数千人の参拝客で埋め付けられていたのです。犯人は当時15歳の少年でした。これらの事件が立て続けに起きたことで、日本においてドローンは便利なツールから規制すべき脅威へと変わりました。繰り返します。2015年4月の首相官邸事件。これは政治的抗議のためのドローンの悪用。2015年5月の善光寺墜落事件。これは無知で未熟な一般ユーザーによるドローン運用の破綻。これらの事件を受け、日本政府はわずか数ヶ月で航空法を改正しました。2015年12月には人口密集地区 DID の上空や重要施設周辺での飛行を原則禁止する現在の厳しいルールが施行されました。また同時に今の日本でクリエイターを最も絶望させているのが、第三者及び第三者物件の上空飛行禁止という全方位的なアクセス拒否です。これは単に人に当てないという話ではありません。画面の中にたまたま映り込む通行人はもちろん、自分以外が所有するあらゆる土地、建物、車、その全てのプロパティの上空が立ち入り禁止区域として定義されているということです。人口密集地が極めて多い日本において、他人の所有物の上空を1センチもかすめずにフライトさせることは実質的に不可能です。そうなると、自分の土地やクライアントの土地、または適正な許可を得た上で山や海、河川などの空域上空くらいしか飛ばせる場所がないのです。極端に言えば、自分以外の領域は全て不可というガチガチの排他的論理が適用されて、日本の空からの視点を奪い去っています。2、海外との比較。なぜ海外は魅力的なのか。視点を海外へ向けると少し違った設計思想が見えてきます。実はアメリカの FAA や欧州の EASA といった各国の規制も基本的な安全基準は日本と似ています。では
なぜ海外のドローン映像はこれほどまでに開放的なのでしょう。その差は規制の行間にある許容、トレランスの設計にあると思っています。論点1、所有と公共の切り分け。多くの国では高度なライセンスと安全対策を前提に、公共の利益や表現の自由から一時的な上空通過を認めています。他人の土地だから1ミリもダメという極端なデッドロックではなく、社会全体で空を共有のリソースとして管理する思想が根付いています。論点2、リスクベースの意思決定。海外では万が一をゼロにすることに固執せず、リスクを最小化した運用であれば市街地での撮影も許可制でオープンにしています。日本のように事故が起きたら困るから一律禁止という性的な完全回避ではなく、動的な運用で解決しようとする姿勢が刺激的な映像群を生んでいます。3、なぜ韓国に行くのか。日本では1990年初頭のバブル崩壊以降、成長が止まりました。給料は上がらず、子どもの学力が低下し、通貨価値も低下しました。他の国々では通貨政策や経済政策がうまくいき、数倍から数十倍の成長を遂げています。日本でもここ数年、いきなりインフレや金利上昇が始まって株価も躍進しましたが、海外との通貨を比較すると円は極めて安くなっています。そのため遠くの国にはなかなか行けないという理由があります。さらに私は韓国が美しい国ということを7年前に知りました。カルメッキルという遊歩道を歩いたことで、韓国の都市と自然に魅了されたのです。日本と韓国は隣国ですから、航空運賃も安くて済みます。また物価も日本と似た感じなのです。それがきっかけで韓国に行くようになりましたが、現地のドローン協会と知り合ったことも最大の理由でした。4、韓国のドローン規制。ドローンワンストップ申請サービス。韓国のドローン運用を支える心臓部がドローンワンストップ申請サービス、ドローンワンストップ。システムによる一元管理の合理性。韓国では飛行承認、空撮許可、装置の申告、登録といったドローンに関わるあらゆる行政手続きがこのオンラインシステム一つに統合されています。日本のように航空局に申請し、さらに警察や施設管理者に個別に連絡するといったアナログな多重作業は必要ありません。ここで特筆すべきは、飛行安全性と撮影機密保持の承認フローがロジカルに分離かつ統合されている点です。飛行承認とは航空の安全性を担保するため、国土交通部地方航空庁が担当します。撮影許可とは安全保障上の観点から国防部陸海空の軍部が担当します。韓国は休戦状態とはいえ、北朝鮮と戦時下にいます。その特殊な環境では主要都市の空は軍の管理下にあります。しかしこのワンストップサービスを通じて申請すれば、軍の担当者が撮影ポイントを確認し、国家機密に触れない範囲で速やかに許可を出す仕組みが確立されています。これは禁止するための規制ではなく、安全を確保した上でいかに飛ばさせるかというポジティブな管理システムなのです。5、日本と決定的に違う第三者上空の解釈。日本の航空法においてクリエイターを最も苦しめているのが第三者および第三者物件の解釈です。日本は1センチも他人のプロパティをかすめてはいけないという極端な排他的論理を適用しており、これが都市部での空撮を事実上不可能にしています。それに対し韓国の規制も当然ながら人混みやイベント上空の飛行は制限されています。しかしその運用思想は動的なリスクベースです。例えば安全要員の配置や機体のスペック証明、そして保険加入といった技術的な安全対策がシステム上で証明されれば、当局は柔軟に許可を判断します。
日本のように事故が起きたら困るから一律にシャットアウトするという性的な完全回避ではなく、リスクを適切にコントロール管理すれば空を公共の表現空間として開放するという思想が根底にあるのです。韓国のドローン協会や現地のパイロットたちはこのドローンワンストップ申請サービスという仕様を理解し、ルールの中で最大限のクリエイティビティを発揮しています。時折国側は日本と同じように厳しめに規制する場合もありますが、その際に彼らドローン協会は当局と対立するのではなく、データや実績を持ってこの条件なら安全に飛ばせると論理的に交渉し、自分たちの表現領域をアップデートする姿勢を持っています。そのためドローン協会内部に規制側の人たちも混じって活動することも多く見受けられ、その意味で両者は友好的です。一方、日本ではドローン愛好家と規制当局でギャップがあるように感じます。ドローン規制が厳しいから諦めるではなく、規制をハックし安全な運用方法をデプロイする、そういったドローン社会を期待します。そういった背景があり、明日から韓国に長期滞在してできるだけ多くの撮影ができたらと思います。また韓国では優秀なドローンパイロットや映像表現者が多いため、彼らの技術を多く学びたいという理由もあるのです。そこで一番の問題はコミュニケーション。私は相変わらず韓国語が話せないため、なかなか議論もできないのが悩みではあります。とは言っても明日から頑張って撮影をしていきたいと思います。これからもお時間があれば当チャンネルをチェックしてみてください。また登録がまだの人は登録をお願いします。私の最新動画が見つけやすくなりますのでよろしくお願いいたします。残り3分間ほど日本で最後の桜をご覧ください。
本日もここまでご視聴いただきありがとうございました。では次回からは韓国からのリアルな映像をご期待ください。